今年に入ってなかなか決勝というところでいいところを見せることができてないので、ただ去年もこの富士大会でかなり流れを変えることができたので、しっかりと今年もここで結果を残して、明日もあるので明日につながるレースをしたいなと思います。スーパーフォーミュラ3戦、いよいよ100戦目を迎えました。お気持ちいかがでしょう？なんかいっぱい走ったなっていう気持ちがあれですけど、なかなかね思うような結果が出せてこれてなかったにもかかわらずね、こんだけチャンスもらってたことに本当に感謝してます。100戦迎えてなかなかチームとともにずっと苦労するシーズンが多かったんですけど、今回かなり車に手応え感じてて、もうちょっと上位に行きたかったなとは思ってますけど、十分富士は車速ければ抜けますし、はい、すごくモチベーション高く来てます。基本予選は僕3列目か4列目にいることが多いので、フロントローからスタートできるのはすごくメリットだと思うし、富士は得意としていると思ってはいるので、なんとかいいレースして、大ポリに続き優勝できるように頑張りたいなと思ってます。2025全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦スーパーフォーミュラ夏祭り決勝 SF ゴー。アウトサイドインサイドに坪井、トップは野尻、2番手はどちら、福住2年か。さあ福住2年、ここは引く、2番手坪井、3番手福住、ここやり合いますよ。さあホームストレート戻ってきて2周目に入っていきます。使ってます、今みんな上位使ってますね。野尻、坪井、福住が使ってます。岩佐は使っていない。さあ坪井が伸びてきた、サイドバイス一気にぶち抜いていく。もう同じ TS を使っていながらこれでトップ野尻2番手。おっと後ろでは大島が狙っていきます。佐藤蓮、これで大島前に出るのは11番手。順位上げそうです。大島オーバーテイク見事にしまして、これで11番手100戦目の大島和也。これ多分野尻さん前です。でもサイドバイサイド、野尻が前ですね。タイヤがあるんで、はい。さあそして坪井がもう来た、坪井が来た、前出た、トップ取り返して坪井翔。さあここはダンロップで立ち上がって、ここで抜いちゃいます。13コーナーでトラクション違うね。インサイドから抜いてきました。ここでは大島です、大島が坂口とサイドバイサイド前出ます。これで大島7番手。ほら大島ペースいい。100戦目の大島7番手に上げてきました。坪井翔スーパーフォーミュラ2025年第6戦第5戦に続く連勝、そしてまたまた富士の連勝も広げていきます。そして大島和也100戦目は6位入賞。今は本当に決勝はもうめちゃくちゃペースよくて、本当にぶっちぎりで優勝することができたので、今までの富士の内容よりさらにいい内容だったのかなと思うので、ただまだ明日レースが残ってますし、予選ポール取りたいというのもありますし、まだまだ課題も残っているので、しっかり明日も、この調子で、ステップを踏んでしっかり明日もいいレースできるように頑張りたいと思いますので、また応援してください。坪井、野尻、岩佐という表彰台になりました。福住は4番手、牧野5番手、100戦目の大島は13番手から上げて6番手フィニッシュで、入賞です。一番前からスタートできるんで、逃げ切りたいですし、あんまり頭を悩ませるような展開にならないといいなとは、思いますが、ライバル勢も昨日から踏まえてかなりレベルアップ絶対してきていると思うので、僕も、しっかり昨日に踏まえて、しっかり考えてきてやってきていることもあるので、しっかりそれを発揮していいレースしたいですし、もちろん勝ちを目指してますけど、しっかりゴールして次につながるレースをしっかりできたらいいなと思います。2025全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦富士スピードウェイ決勝 SF ゴー。まずは大高のあれ坪井が良くない、坪井が良くない、坪井が遅い。大高の新トップだ。そして大湯佐藤蓮、坪井はアウトサイドから、トップは大高の新。
大井もインサイドアウトサイドから坪井アウトからはいけない。守るちょっと前に行ったかどうだ大高のシーンクロスラインさあサイドバイサイド今度は13コーナーアウトサイド坪井坪井翔大島13番手という小高を抜いて13番手上がっています。これですね、やはりレースペースが良さそうです。大島和也ここ抜いてきました。セーフティーか。今入った。入ったトップ入った。トップ入りますね。入らないと勝負だよこれ。セーフティーカーという表示です。さあ今さ先頭26周目から再開。さあコントローラーを追加すればオーバーテイクができる。オーバーテイクを使っている坪井も大高久野進も使っている。アウトサイドから大高久野進インサイド坪井2番手争いどうだ。1コーナー坪井が守ったがその後ろから佐藤蓮後ろではさあもう一回サシャ・フェネストラスがここは牧野を狙っていく。サイドバイサイドで立ち上がって牧野いった。インサイドを守るフェネストラーズが OT 使ってる。ということでこれ前出れるかな。前出た。これは守りたい。さあインサイドを守れるか。アウトサイドに振る坪井。ちょっと出口が厳しいなこれ。さあ立ち上がろうか。守ったぞ。岩坂まだ前迫る坪井。インサイドコーナーやる。坪井アウトサイドに出た。後からは抜けない。これは抜けない。こぼさないから。さあ OTS は両方まだ使ったままだ。インサイドは岩佐アウトサイド坪井。おーっと抑え切った。いいレースだよこれ。佐藤蓮が迫ってくる。だよ。前は坪井翔 OTS はありません。これ抜いたんだね。さあ迫ってくる。インズを守る。アウトサイドに振った佐藤蓮。そしてちょっと体が勝負できるよ。さあコーナー飛び込めるか。そしてスイッチしながら前が大高久野進か。大高久野進とそして小林が4番手を狙ってくる。佐藤蓮に対してオーバーラン佐藤蓮。間が空いて牧野そして大湯その後ろから山下健太。スリーワイド。それを山下健太後ろからどう見る。一旦大湯が前に出た。牧野が仕掛ける。すごいね。コンマ4秒差。どうかな。さあ山下健太が使ってきました。前は牧野 OTS ありません。昨日残ってない。大湯もないんですよ。でも坪井としては岩佐攻略したいやろうな。次のレースのためにも。これはいかれるか。ここは山下健太アウトサイドから牧野に迫る。いいね。立ち上がりで山健これ抜いてきます。山健8番手。この富士2連戦2戦目の勝利。大高久野進が勝ちました。そして岩佐歩夢が2番手。3番手に坪井上井4番手届かず佐藤蓮5位フェネストラス6位。やっぱり、昨日のレーターを踏まえてやっぱりみんなのライバル勢が上がってきたので僕のマージンはなかったし、昨日のほどペース良くなかったんで、ちょっとロゴもだいぶ下がったことで、風向きが変わってしまったのかなというところで、非常に残念ですし、OT 最後なくなっちゃったんで、ちょっと使い方も含めて、ちょっと残念ではあったんですけど、見てる人にとっては面白いレースになったんじゃないかなと思います。菅生も去年3位ですし調子は悪くないと思っているので、ランキング考えるとしっかり表彰台に乗ったことは良かったと思うのでまた次勝てるようにチームと一緒にまた頑張りたいと思います。